未来を先に見たことはありますか？僕にはあります。しかも一度や二度じゃありません。22歳の時に体験したある出来事をきっかけに、僕は未来の映像が頭の中で再生されるようになりました。そしてその通りに現実が起きる。今日はその始まりのお話です。信じるかどうかは皆さんにお任せします。ただこれは僕自身が体験した話です。改めましてむつきです。このチャンネルでは僕が体験してきた不思議な出来事や説明のつかない体験、そして頭の中で会話をし続けている不思議な存在、宇宙さんとのやりとりをお話ししていきます。怖いというより不思議な話、少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです。どうも、宇宙さんです。おう、今日は普通に挨拶するんやな。今日は初回やからな。珍しいな。はよ、本題行け。はい、いつも通りですね。僕が22歳の頃の話です。当時祖母の家へ帰省していました。お昼ご飯を食べ終わった後だったと思います。突然でした。急に息が苦しくなったんです。胸が締め付けられるような感覚、過呼吸、意識も少し遠のいていきました。家族が慌てて集まってきて、祖母が声をかけてくれました。でも僕は返事ができない。体が思うように動かなかったんです。そして意識が途切れました。気がつくと僕は祖母の家の庭に立っていました。いや、正確には立っている感覚でした。今思えば夢だったのかもしれません。でもその時は現実そのものに感じていました。空を見上げるとそこには無数の光がありました。丸いもの、四角いもの、円柱のようなもの、色も様々でした。青、赤、黄色、オレンジ、まるで空いっぱいに巨大な光の物体が浮いているようでした。今でもあの光景は鮮明に覚えています。綺麗やったやろ。めちゃくちゃ綺麗やった。そらそうや。そこで聞こえたんです。声なのか感覚なのかよくわからないのですが、確かにこう感じました。来る。その瞬間でした。景色が変わったんです。気がつくと緑っぽい空間の中にいました。横になっていました。ベッドのような硬い台のような場所です。そして光り輝く何かが近づいていました。顔はわかりません。姿もはっきりしません。でも何かがいる。そんな感覚がありました。頭の上が温かい。何かがつながっている感覚がありました。チューブのようなものだったかもしれません。そして言葉とともに映像とともに違う何かが頭の中へ入ってきました。この先お前の人生には試練がある。だがサポートもする。乗り越えるには時間が必要だ。その時は意味が分かりませんでした。でもその言葉だけは覚えていました。そして最後にこう言われた気がしたんです。20年後お前は気づく。その直後でした。景色が消えました。目を開けると祖母の家の中でした。家族に囲まれていました。救急車を呼んでいたんです。でもここからが本当に不思議でした。祖母が何を言うのか、救急隊員がどこから入ってくるのか、誰が最初に僕の肩を触るのか、担架にどう乗せられるのか、全部先に頭の中で再生されたんです。映画の予告編みたいに。数秒後、数十秒後、その映像通りに現実が進む。最初は混乱しました。デジャブだと思ったんです。でも違いました。普通のデジャブは起きた瞬間に、あれ？経験した気がする。ですよね。僕の場合は起きる前に映像を見る。そして現実になる。順番が逆なんです。予告編やな。まさにそんな感じ。そこからでした。声がするようになったんです。頭の中に文字、映像、感覚、会話、いろんな形で情報が入ってくるようになりました。その声の主を僕は宇宙さんと呼ぶようになりました。勝手につけるな。ええやん、宇宙っぽいし。適当やな。お前らのところで言うドラゴンやけどな。だいぶ適当です。そう、青いドラゴン。なぜそれを宇宙さんというかはまた今度で。でもその日から今日まで
宇宙さんとのやりとりは続いています。そしてこれからこのチャンネルではその不思議な体験を順番にお話ししていこうと思います。次回はなぜ僕が幼い頃から不思議な体験をしていたのか、そして宇宙さんとの会話が本格的に始まった出来事についてお話しします。もし皆さんにも不思議な体験や説明できない出来事があれば、ぜひコメント欄で教えてください。全部は難しいかもしれませんが、お便りコーナーで紹介させていただくかもしれません。待ってるで。珍しく営業してる。初回やからな。ということで今回はここまで。最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。またお会いしましょう。むつきでした。また次回。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。